今から100年前、1926年の長岡で人々の度肝を抜く出来事がありました。それは小三尺玉。重さ300キロの巨大な花火玉が地上600メートルで炸裂し、直径650メートルの花を咲かせました。年の瀬に昭和元年となる大正15年1926年9月14日、長岡の花火大会に名物花火が誕生したのです。当時の新聞は9時30分、いよいよ全国最初の試みたる小三尺玉は全市を動かす大音響とともに打ち上げられ、空一面はほとんど花火に彩られ観衆狂喜したと報じています。その日から100年、小三尺玉は見る者の心を奮い立たせ、長岡市民にとって誇りとなっているのです。三尺玉をやるぐらいの、花火の技術を積み重ねてきましたから、日本一の花火だということの誇りを持って全国の皆さん方にね、見ていただくと。長岡で酒造りをしている我々としてはですね、皆さんに酒を飲んでいただくことと、この長岡花火で三尺玉を見ていただくということが、我々の誇りでありですね、そのために頑張っているというような思いでおります。私たちもその長岡花火の名物の一つであります三尺玉に携わらせていただいておるというのは、本当に会社にとっても大きな誇りというふうに感じております。長岡の花火の大トリを飾れるということにつきましては、大変誇りに思っています。その時代時代にそれぞれの思いを乗せて長岡の夜空を彩り続けた小三尺玉の100年を振り返ります。道の駅長岡花火館。1年を通じて長岡花火が楽しめる道の駅として、音と映像で長岡花火を体感できる施設です。長岡花火ミュージアムでは長岡花火の歴史や魅力を紹介し、原寸大の花火玉や打ち上げ筒を展示し、見て学び楽しめる空間となっています。ドームシアターでは臨場感あふれる大迫力の大花火が一面に広がります。季節を問わず長岡のこだわりの一品を取り揃えた地場産品などの販売スペースも充実しています。しかし長岡市にはもう一つ花火マニアが集う施設の花火資料館があるのです。花火鑑賞士の資格を持つ長谷川健一さんは、長岡市の郷土史研究会の前の会長であり、花火研究の成果をまとめた著書「越後演歌史」を記しています。長谷川さんは高校教員だった50年ほど前から花火について調べ始め、著名な花火師を訪ねて資料を収集・研究を重ねてきました。教員を退職後、妻の育子さんが駅長を務める町の駅の展示施設花火の駅長岡花火ワールド U の館長に就任します。越後の国は古くから花火の盛んなところで、三尺玉は明治時代から大正にかけて片貝や新潟で挙げられていたという記録が残っています。片貝も新潟もこれは2尺5寸直径がですねの花火だったらしいんですよ。それでこの長岡はですね、大正15年に小三尺玉を挙げるわけですが、中川水泳さんは今までどなたもやってなかったその小三尺玉っていうものに挑戦するわけですけれども、やはり考え方自体がね非常に豪気と申しますかね、気骨のある花火屋さんで研究熱心でもあったと。その時のやっぱり打ち上げの筒が必要なわけですよね。それはもういまだかつて
使用したこともない筒を新たに作ることになるわけで、その筒が現在長岡駅の、大手口にありますモニュメントとしてある古い筒ですね。およそ70年間小三尺玉を打ち上げ続けた筒は、長岡駅前大手口に産業遺産のモニュメントとして2002年花火の町長岡の玄関口に設置されました。小三尺玉が打ち上がるときにサイレンがね会場で、鳴るわけなんですが、サイレンいつ頃から始まったのかというふうにね、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、大正15年から始まってるんですね。あれが全市に向けて市役所の屋上の、サイレンをですね全市に鳴らしたと。これはだから小三尺玉これが上がりますよという合図に、サイレンを鳴らしたんですね。打ち上げの歴史的瞬間を市民が共有し見逃さぬようにとサイレンを鳴らし、さらに演歌協会は電力会社を通じて小三尺玉打ち上げ5分前に市内各家庭の電灯を1秒間消して徹底的に市民に知らしめ、歴史的な瞬間を共有するようにと新聞で呼びかけました。翌日の新聞には、小三尺玉を打ち上げる9時半も近づいてちっと電灯が消滅したかと思う間に、呼び物の三尺玉は見事に打ち上がって空天を彩る。上がった上がった、おおきれいだなど単唱の声がそこここに湧き起こったと報じています。大正15年の9月の14日に、第一発ミス上がったのはうまく上がった小割千里だという複数の新聞記事に書いてあるわけね。ところがそのらしい三尺玉とおぼしき映像っていうのは千里じゃないんですよね。これ見る明らかなんで、だから新聞にはそれらしくあるんですけど、当時の写真ではないなというふうに私は考えています。以来戦前の演歌目録には、小三尺玉の打ち上げには市のサイレンで合図すると書かれていました。小三尺玉が昭和6年上越線全通の博覧会が開かれまして、で博覧会の時に夜連日合わせて17発上がったというふうに考えているんですけどね。昭和12年に盧溝橋事件が始まって戦争がだんだん深みに入っていくという状況の中でね、そうすると一般市民は花火なんか見てる場合であるのかと、13年からはね花火はやってられないんじゃないかなということがあって、逆の意味でかなり盛大な花火が上がったんですね。この年の10月に開通する鉄橋の長生橋を観客に開放し、花火大会は大いに賑わいました。最後を、惜しむと申しますか、またいつかというふうなことで最後のね花火を打ち上げた。長岡の花火大会は1938年から中止となりました。長引く日中戦争は1941年12月8日の真珠湾攻撃を機に太平洋戦争へとつながり、1945年8月1日長岡市は焦土と化すのです。空襲で焼け野原となった長岡市。新潟県商工経済会中越支部の支部長であった駒形重吉は、人を集めて活力を生み復興への機運を高めようと祭りを開催します。空襲の翌年1946年8月1日に開催された復興祭り、これが長岡祭りの起源でした。花火大会復活の舞台裏に同席していた貴重な証言があります。復興祭りを立ち上げた駒形重吉の長女千代子さんです。父重吉と
田村文吉長岡市長、そして花火師加瀬正樹の3人が駒ヶ岳の居間で車座となり真剣に語り合う姿を見ていました。それで花火ね、うちにね、お父さんとね、田村さんとね、それから花火の加瀬さんに呼んでね、いくらかかるって、わあ、すごいもんですね、なんて言って、ああ、なんて、田村さんは、だけどこれはやっぱりあげたいですね、なんて言ってね、言うてなしね、田村さんもあの時はまだ若かったんだね。本当懐かしいわ。戦時下で中止となっていた花火大会は10年ぶりに復活しました。長岡空襲から2年後のことでした。戦災殉難者への慰霊、復興と平和への誓いを込めて花火大会が再開したのです。昭和25年はね、これは戦災復興5周年ということで小三尺玉をじゃあ復活させようということで、そのつもりでこれ柏崎で作った花火なんですけど、一応計画して作ってきたわけなんですよ。ところがですね、7月の末日あたりにその花火会社が悲惨な事故を起こしましてね、それで25年の小三尺玉不成功に終わりまして、翌年今度は26年に加瀬さんが親子がですね、戦後復興のための第一発の小三尺玉を一応作ったと。戦後シベリアに抑留されていた加瀬誠二さんが1948年復員して父正樹の農業と花火作りの手伝いを始めます。その当時信濃川の河川敷には戦時中に金属教室を免れ抜かれたままになっていた小三尺玉の打ち上げ筒が横たわっていました。手伝いから調出するためにさ、引っ張ってきたんだろう。もうさ、あと調整場所の西のたもとへ持ってきてあげられなかったんだよね。そこを打っ放しちゃった。そのまま終戦になったんだよ。それを俺バイクで飛んでいた時に見て、あ、三尺の筒があるな、懐かしいなと最初思った。そこにね、こう人がいただしてね、悲しそうな顔をして帰ったが、でバイクでこう通さんに見てね、だんだんそれがさ、よしこれ使って復活させようと。日本の経済なんかここからさ、こうなったもんでしょ。だから今から簡単だけど、この頃はね、三尺上げられて大変な話ですよ。そんな中で長岡市から小三尺玉打ち上げの依頼が届きます。それ筒だけが残ってましたんで、筒があるから加瀬お前作れという命令いただきまして、で私と親父と試行錯誤して作ったわけです。もちろん以前の花火屋さんはもう廃業してますし、職人さんもいませんで、設計術もそれから伝承する言葉で聞かせる人もありませんで、つまり創作と等しいですね。設計した通りに作ってあげましたら立派に成功しました。長生橋下流の右岸正面に見事な千輪菊が咲きました。結局右岸から見て信濃川を挟んだちょうど真向かいにその三尺玉上がったってことになるとねえ、これはもう凄まじいド迫力だったんじゃないかなと思うんですよね。加瀬さんは1953年全長850メートルの長生橋を生かしたナイアガラ大爆風という名物花火を成功させ、1990年には小三尺玉との共演に挑戦しました。それから準備もだんだん整いました。三尺玉も2発装填終わりました。時間はまだ4時前です。もうバッチリとやります。ナイアガラがつながり、火花が川面に流れ落ちると、小三尺玉は上空に舞い上がり、見事に大輪を咲かせました。以来
ナイアガラ花火と小三尺玉の同時打ち上げは長岡花火の名物となり、大花火大会の看板を務めることとなりました。2006年、長岡市制施行100周年を記念して開かれた世界の花火ショーの日が、加瀬誠二さん最後の小三尺玉となったのです。この時84歳でした。皆さん、今宵加瀬花火師最後の三尺玉を拍手と歓声の中、予想もしていないサプライズの2発目の小三尺玉、紅玉錦が見事に花開き、観衆の度肝を抜いたのでした。2発上がるとは皆さんご存知なかった大多数の方がね、一発で終わりかと思ってたんですよね。当時、長岡祭り協議会実行委員長の藤井薫さんはサプライズを加瀬さんから伝えられていました。加瀬さんの花火の倉庫に行ったら、なんと大きな三尺玉が2個並んでるじゃないですか。いや、加瀬さん悪いけどこれ1発しか頼んでないんだけどどうしたのって言ったら、それはな、何事もな、ついってのが大事なんだや、1ってのはよくねえんだ、だからついが大事なんだから2発俺は用意したと。2発目は加瀬煙火工業がちゃんと全部負担するからいいやと言ってくれたんですよ。まあ男気のある方って言いますかね、それは非常に嬉しかったですね。はい。揺れ方に物をあげる時っていうのは、同じものを2つ一対として差し上げるんですね。私は古い考えかもしれませんが、一つものは箸もんと言いましてね、やっぱり同じもの2つっていうのが一対と言いまして、そういう意味でもう大観衆の皆さんに、粗末でございますけれども、一対ご覧になってくださいと、こういう気持ちだけです。2016年4月、長岡市は長年の花火師としての貢献に対し、加瀬誠二さんに長岡市民大賞を贈呈しました。長岡の小三尺玉を支え続けたスポンサーは、100年の歴史の中でどのような変遷を重ねてきたのでしょう。まず大正15年ですけれども、大正15年はですね、一つ目は芸妓組合、翌年の長岡の花火大会と申しますと、昭和2年もですね、やはり、長岡芸妓組合、それから長岡料理店組合ですね。じゃ昭和9年にはですね、吉沢仁太郎さんというサフランのですね、会社の社長さんが一応スポンサーになっておられます。昭和12年、これが戦前最後の小三尺になったわけですけれども、長岡観光協会ということになってますね。それで戦後なんでございますけれども、一番のその超目玉として打ち上げられている小三尺玉にふさわしい企業ということは、つまり、いろんな意味で、市内の有力企業の方々がですね、歴代ずっとスポンサーを維持して支えてきたと、こういうことが言えるように思います。いろんな事情で大和さんが、市内から撤退されるということで、今度新しいスポンサーを選ぶという状況になってきたわけなんですよね。それに12社、手を挙げられたということになるんですね。当時の名前で国際石油開発定石という会社がですね、現在のインペックスという会社ですけれども、小三尺玉のスポンサーとして決まったという
当社が小三尺玉に選ばれたのは2010年でして、当時私伺っているのはもう他にもいっぱい候補の会社がいらっしゃったと。でその中で、やっぱりご縁をいただけるということが決まった際には、当時の人間から聞きますともうかなりもう身の引き締まる思いだったというふうに伺っております。先代から、社長を継ぐ前のことではあるんですけれども、私どもが三尺玉を上げるのをやめる時は吉野川が酒造りをやめる時だというふうに伺ってますので、我々もきちっとお酒を作りながらですね三尺玉を上げ続けられるように頑張っていきたいと思っております。古くは田中の父が越直交通を合併して昭和35年にスタートしてます。ですから66年以上はですね協賛してると思うんですよ。大体70年ぐらい引き続き協賛して小三尺玉を打ち上げてるということです。1976年ちょうど今から50年前になるんですけれども、3日の8時半の枠がその年から作られまして、で、そこにたまたま私ども選んでいただきまして、それ以来50年間挙げさせていただいております。終戦70年の年に、ホノルルで、慰霊の花火を挙げさせていただきました。その年にからこの3連発を挙げさせていただいております。それぞれ一発に長岡花火の、思いであります慰霊復興祈願、そして世界平和というものを込めて挙げさせていただいておりまして、長岡花火は本当にフェニックスをはじめ素晴らしい花火がたくさんできてきて、ちょっと三尺玉も埋もれがちだったんですけれども、そういった思いを込めた三尺にすることによってまた長岡花火の名物の一つに再度なることができたんではないかなと思っております。長岡花火財団参与であり、長岡花火伝承会会長の広瀬博之さんです。長岡人の宝であり、そして誇りでもあると思っております。長岡まつり大花火大会はスポンサー様の協力で打ち上がっておりますので、小三尺玉のスポンサー様にも、今後ともご協力いただいて末永く打ち上がることを記念しております。長岡市は今年市制施行120周年。小三尺玉の誕生から100年の節目の花火大会となるのです。全長850メートルの長生橋がレインボーカラーにライトアップされました。長生橋は1937年10月、現在の鉄橋に架け替えられ、今年で89年。工事期間中だけの貴重なコラボレーション。ライトアップされた長生橋と小三尺玉の共演です。今年の長岡花火のポスターにはレインボーカラーにライトアップされた長生橋と小三尺玉のコラボ写真が選ばれました。今後貴重な一枚となることでしょう。長生橋歩道部分の補修工事が終わり、今年の大花火大会はナイアガラ大爆風と小三尺玉との共演が3年ぶりに復活します。そして誕生から100年の小三尺玉は今年も長岡の夜空を彩ることになるでしょう。